ちは、ゆかです。本日の動画では東京の夏の夜の過ごし方についてご紹介します。もうすぐ夏休みですけど、皆さん日本へ来る予定はありますか？もし日本へ来る予定がある方がいたら、ぜひコメントのところで教えてください。その目的地が東京である場合は、ぜひ今日の動画を参考にしてください。東京の夏の夜の観光プランを2つご紹介します。皆さんは夏に日本へ来たことがありますか？夏というと伝統的には6月から8月を指します。6、7、8のこの3ヶ月間が伝統的に夏と言われます。ただこの夏は年々暑くなっています。そして夏の期間は年々長くなっています。こちらは気象庁が発表したデータです。東京都心の1900年から2023年までの気温のデータです。これを見るともう一目瞭然ですよね。暑い時期、この赤いところが暑い時期なんですが、暑い時期が年々長くなっていますね。なので伝統的には夏は6月から8月なんですけど、現実には今は6月から9月上旬中旬ぐらいまでが夏と言えそうです。年々長く年々暑くなっています。そのため日中に観光していて熱中症になる方も増えています。本当にね、夏休みに日本、特に東京に来る方は熱中症に注意してくださいね。私は東京に住み始めて今年で7年目ですけど、やっぱり夏は暑いと感じます。なるべく建物の外に出たくないと思ってしまいます。そのため皆さんにおすすめする観光プランとしてもやっぱり夜がいいんじゃないかなと思って、今回は夜の観光プランを2種類ご用意しました。今回ご紹介するこの2つのプランはこの条件を満たしています。1、東京の綺麗な夜景が見られる。2、涼しい。3、混まない。この3つの条件です。夜景が見れるというのはもちろんですよね。東京の夜景は本当に綺麗なので、ぜひ見てもらいたいです。そして2つ目、涼しい。これは夏、とても重要な条件です。最後の3、混まない。これは私の個人的な好みですけど、いくら涼しいところでも人がたくさんいるとそんなに気分が良くないですよね。できれば自分の空間が確保されていて、写真を撮る時とかもあんまり気を使わなくていいような、そういう環境の方が快適ですよね。なので今回ご紹介するのはこの3つの条件を満たしたものになっています。まずは船から夜景を見るプランをご紹介します。今回私がご紹介するのはこのような屋形船に乗って夜景を見るプランです。屋形船というのは日本の伝統的な船です。普通の船と違うところは中に畳が敷いてあって座敷になってます。まるで和食のレストランのような雰囲気になっているというところです。これが他の船と違う点です。実際には東京湾を航行する船はいろいろな種類があります。屋形船以外にも普通の小さい船とか貸し切りができるクルーザーとか、もっと大型のフェリーとかいろいろありますが、今回私が特に皆さんにお勧めしたいのはこの屋形船です。平安時代に貴族たちが遊ぶために使われたのが始まりで、江戸時代になってからかなり普及しました。現在では誰でも利用できる観光船として親しまれています。それでは当日の様子を見てみましょう。今日はお台場の花火を見るためにこれから屋形船に乗ります。ちょっと雨が降ったり止んだりなのでどうなるか分かりませんけど、花火が見れたらいいなと願ってます。ご一緒ですね。はい。まだちょっとお時間早いので、この中で紙一人のね、お待ちいただきます。ありがとうございます。専用の待合室で乗船までの時間を過ごした後、こちらの屋形船に乗り込みました。
このように広い船内で和食のコース料理を食べながら東京湾の夜景を見ることができます。この日はあいにくの雨でしたが、晴れていれば甲板でゆっくり写真を撮ることもできます。食事は前菜から始まり、揚げたての天ぷら、すき焼きなど豪華な内容でお腹いっぱいになりました。めっちゃ綺麗だな。めっちゃかっこいい。最後に6月に記念日を迎えるお客さんをみんなでお祝いして、賑やかで楽しい雰囲気でした。船内はエアコンが効いていて涼しいし、外は海風があるので昼間より快適に過ごせます。はい、いかがでしたか？屋形船のプラン、本当におすすめです。浴衣を着てこういう船に乗って観光するっていうのも日本っぽくていいですよね。続いてバスから夜景を見るプランをご紹介します。今回私たちが利用したのはスカイバスが運営しているこちらの観光プランです。夏の夜にバスに乗る利点は3つあります。1、風に吹かれるから涼しい。2、日焼けの心配がない。3、いつもより高い視点から街が見られる。この3点が夜バスに乗って観光する利点だと思います。今回私たちが乗ったスカイバスはレインボーブリッジ、東京タワー、お台場、築地、銀座などを巡るツアーです。とっても楽しかったので、ぜひ当日の様子をご覧ください。まずはチケットセンターへ行きます。事前にインターネットから予約してありますが、料金を払う必要があります。もうすぐそこです。すいません、はい、予約してました。申しますけれど。はい。予約内容に変更はないですか？はい、ありません。夜景ももちろん素晴らしいんですが、高速道路を走っている時もとても楽しかったです。道路標識が頭の真上をビュンビュンと通り過ぎていくのがまるでジェットコースターのようでスリルがあってとても盛り上がりました。また銀座や東京駅など見慣れた街の風景をバスの2階から眺めるのもとても気持ちが良かったです。はい、以上、夏の夜のおすすめの過ごし方、おすすめの観光プランを2種類ご紹介しました。船とバスで夜景を見るという2つのプランです。両方とも実際に私が経験して本当に良かったと思うものなので、ぜひ皆さんにも体験してほしいです。2つともオンラインで予約することができます。当日席に空きがあれば直接現地へ行ってお金を払って乗ることもできるそうですが、やっぱり事前に予約した方が安心かなと思います。
特に夏休みの時期は外国の方だけでなく日本人も夏休みなので、家族連れとか学生とかたくさんの人が東京に来ますから、事前に予約することをお勧めします。また今回私がおすすめしたのは船とバスでしたけど、他にも皆さんのおすすめの観光プランがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。みんなで楽しい情報をシェアしましょう。はい、それでは本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。